バリバスフィールドスタッフの高橋祐介です。さあ今回やってきたのが熊本県、熊本といえばやはりね大きいシーバスですよね。90アップ、はたまたメーターも釣れてる、釣れるようなシーバスアングラーなら誰しも一度は行ってみたい多分夢のフィールドだとは思います。今回こちらでですね、僕にしては結構珍しいかもしれません。とにかく大きい魚を狙って大きい魚に、照準を絞って今回釣りをしていきたいなと思います。もちろんね普段からより大きい魚を狙ってるのはもちろんなんですけれども、今回よりもう1段2段ちょっと大きい魚に照準絞ってギアを上げて、狙っていきたいなと思ってます。今回使用するライン、が2つあります。1つはアバニシーバスマックスパワー PX9、今年発売したものですね。こちらをメインに使いつつ、場所とか使用するルアーによっては、X8 の方を使っていきたいと思います。この2つをね、リールに巻いてとにかく、サイズを狙って頑張っていきたいと思います。きついな。うわー、いったところでなんだ、でかいぞ。よし、でかい、いいサイズ。よっしゃしゃしゃ一つ再確認というか思ったことはもう単純です。諦めちゃいけないやってきましたということで、まずね、夕方ちょっと夜大型狙いたいと思ってるんですけど、まずちょっと小場所、夕方他に入る場所が思いつかなかったんで、まず小規模河川にやってきました。ここでちょっとね、サクッと魚の感触を掴んで、波に乗っていきたいなと思ってます。さあ行きましょう。じゃあここから始めていきたいと思います。上流にね登りつつやっていきたいと思います。先発まずはゼッパー 80S これでやっていきたいと思います。これならちょっと最初根がかりの心配がないんで、いきなり根がかりスタートみたいな、テンポの悪いことにはならないと思うんで、まずこれで食わないようだったらやっぱバイブレーションとか入れていった方がいいのかなとは思いますが、これで食ってくれればまずやりやすいですね。釣りやすいですね。こういう小さい河川はルアーがね当たり前なんですけど、全部川いっぱい全て届いて探れるので、状況をね判断するにはいいですよね。魚がいるかいないか、どうしても大河川だとね届かないっていうことが起きてくるので、届かないところにはいっぱいいるのにっていうこともあるんで、結構遠征一発目場所入ることも僕が結構あります。小場所のね小型ミノとかバイブを使う釣りなんで、ラインは X8 シーバスマックスパワー8を使ってます。今回はその8と9をうまく使い分けながら熊本のシーバスを釣っていけたらなと思ってます。いやー、反応ないですね。
ノーバイト。ちょっと主流の調子が良くないのか、僕の狙い方が合ってなくて食ってこないのか、ちょっとどっちか。でも少なくとも、ここはね来たことあって魚かけたことあるんで、感覚的にちょっと魚が少なめかなという感触ですね。なのでちょっと夜は本流の様子を見に行ってみましょうか。それでどう変わるか。まずはちょっと魚探し、なかなか厳しい戦いがスタートするかもしれません。頑張りましょう。さあ夜の部です。夜の部というか、もう深夜の部ですね。揚げ、満潮になるまで待ちました。なので今12時前です、深夜の。さあ、ここは明暗ポイントですね。でベイトは結構見えてて、でもう酒の流れが効き始めてるんで、ぼちぼち始めてみようかなと思います。何からいこうかなとちょっと悩んだんですけど、とりあえず表層からトップまではちょっといかないけど、1枚入ったアイザー、この辺から行ってみようかな。4番フック背負えるんで、極力大きいフックついてるルアーをなるべく投げたい。大きいフックのものでかけたいですよね。かといってすごい大きいルアーで食うか分かんないんで、堅実に本当に王道のサイズの 125mm のシャローランナーからいきます。これをつけてさあ入水していきましょう。よし、さあ行きますよ。とりあえず手前、そして糸が、太くしてきました。このぐらいか、そんなに良くない。 1.5 号巻いてます。よし、ルアーチェンジします。ブロン 165F スリム、非常によく飛ぶフローティングミノーですね。ちょっとねかなり遠めで少しベイトがざわついてるんで、そこまで飛ばしてみましょう。このね X9 はねマジで大型ミノとね相性がいい。ちょっと張りがある分、ある程度頭のブレ、飛行姿勢のブレをね抑えてくれるんですよね、ロングミノーにありがちな。でかつね結構糸離れ、スプールからの離れがいいんで、飛距離もねそれで担保されるんで、このブロン165とか 140S とか大きめのねルアーとは相性いいです。意外とそういう大きいルアーって逆に細かったり柔らかすぎると飛行姿勢ブレちゃったり、頭振っちゃうんですよね、飛んでる時に。なのでこういう一針ある、かつねパラパラパラってすんごい気持ちよくスプールから糸が離れていくんで、ちょうどいいバランスですよね。流れが本気出してきたな。結構速くなってきた。一瞬で通り過ぎちゃう。ルアーチェンジします。これ 125F スリム、ちょっとちっちゃめにしてやっています。なんか大きそうでも食いそうなんですけど、
ったのかどうベイトか。でもちょっと早負けの最後回収だった。おお、分かんない、釣ってるかどうか分かんない。いけ、これは違うかな。なんかちっちゃいぞ。あ、一応食ってるわ。しんみりと上がってきちゃったね。はい、最後明暗から出てきた時の巻きでしたね。細長い、なんかそんな食えてないぞ。はい、これ125です。ちょっと入れ込みすぎちゃいましたね。まあね、多分明暗ラインに魚が並んでるんで、なるべく明るいところから入れてったんですけど、まあちょっとずれちゃったって感じで、もう少し手前だったら食ったかもしれない。ちょっと残念ながらファールでした。ごめんよ、びっくりさせて。元気そうだ。まあ散々ミノは通してたんですけどね、通してたラインでなんか意外と食わないんですよね。こういうフォール交えながらやったら食いそうなんですけど、ただこういうファールが起きちゃうので、もっと正確に入れていかなきゃダメですね。2時間ちょいやったのかな。だいぶ潮がね、さすが熊本って感じでだいぶ引いてきました。ちょっとね、帰りのこともあってそろそろ帰りたいと思います。なんかね、魚引きはすごいあったんですけど、残念ながらまあ食わせられそうっちゃ食わせられそうだったんですけど、ちょっと誘いが合ってないのか、まあやっぱ試合がね早いんで、もっと早い展開でいろいろ変えていった方が良かったかもしれないですね。ちょっと残念でした。とりあえず上がりましょう。ポイント移動してきました。今ね、何時 ?5 時半。これから明るくなる朝まずめのタイミングですね。ちょっと河口にやってきました。海遊待ちなんですけど、まずめとね、あと、干潮が重なるので頑張っていきたいと思います。ということで先発、これはアイザ125のリラードですね。ちょっと重たい、ほぼサスペンド、するアイザーですね。この流れのこのダウンでドンって食ったら X9 ならすごいバイト出ますよ。多分すっごいな。はい、ラジンします。これはガンコクラフトさんとのコラボのエスケーパーですね。水面やっています。一気にね、今流れが弱くなりました。多分1個チャンスタイムだと思います。朝まずめだしね、で水面もベッタベタなんで、こういうエスケーパーのとかのこれスライド系とても効きそうなので、いやーもう
う1、2匹シーバスの上は通ってると思うんだけどな。こんだけ投げ散らかしてるわ。なんかルアーの周り生後かな。よし食った。あーちっちゃい手前でしたね。まあやっぱルアーサイズ下げちゃうとこういう子も食ってきますね。ほい、はい、さあ逃がしてあげましょう。嬉しいは嬉しいですけどね。もう魚が釣れてくれるの。ちょっとアジャストしきれてないな。ちょっと大きいの狙いでね、いろいろやっぱルアーサイズも基本的に上げて狙ってたり、まあバイト減ってもいいから一発と思って結構やってるんですけど、まあ、ただ頭の片隅にちっちゃいルアーでちっちゃいルアーでしか釣れないね大きい魚もやっぱいるんで、そっちやったらどうだろうなとか思いながらやってるんで、ちょっといろいろ試行錯誤、まだいまいち見えてないんで、取り切れずって感じでしたね。甘くない。でもまだこれからです。始まったばかりです。頑張ります。一旦ちょいが上げてきたんでね、安全第一で帰りたいと思います。お疲れ様でした。次の日また夜同じポイントに入ってきました。で今日はちょっと早めに入って、まだ潮が上げてるタイミングですね。上げてるんですけど、雨の影響、今日も結構雨降ったんですよね。雨の影響でもう上の水は滑ってて、下流側下げ方向に走ってます。でもどんどん水位はこれから、上がってきます。今日の干潮から満潮のちょい差は、250センチ以上あったんで、今上げてるまさに結構今上げてる最中です。でも上のね、水の、流れが強くて下げてます。なのでこのタイミングからちょっとやってみようかなと思います。さあ先発、とりあえずアイザーのリラード、これですね。サスペンドモデルのアイザー 125F になります。レンジ的には40センチ50センチぐらいを泳いでくるルアーですね。とりあえずこれで、探ってみたいと思います。なので今日は釣りできる時間が長いですね。一番いいんじゃないかなっていう予測してるのはやっぱ下げ始め、もう流れ、海からの流れも、同調する満潮のタイミングから下げ始める、一番流れが走り始めるタイミング、そこが一番いいのかなとは思いますが、でもうね十分下げてるんでちょっとやっていきます。さあまず軽く明暗打って、時間あるんで今日はねオープン側もやっていきましょう。流れかっ飛んでるタイミングより今やりやすいですね。程よく流せますね。ベイト系はねやっぱ昨日満潮から入ったタイミングの方がありますね。ポール入れながらこれで食べています。
まだいないか、てかまだ並んでないか、本当にボトムべったりか。魚のボディにも当たんないんで、全然まだちょっと雰囲気ないですね。少し休ませるがてら時間を置きましょう。さあ雨止むのを待ってね、満潮時間も過ぎて、さあ少し再開していきたいと思います。ガバツ90、反応するならトップに反応するなら早いと思います。浮いてる魚で。いやー、期待してたこのタイミングでベイトがほぼ落ちてきてないな。両極端に釣りしていきます。ジョルディ30、ボトムドリフトでやってきます。しかも流進のね、こういうなんか状況の悪い時は大抵流進に魚がたまるんで、さあ本命視してたねこの満潮からの下げ、昨日もベイトが本当にすごい量流れてきたタイミングですね。残念ながらそれが今日、多分ね昨日あんだけ多かったのは多分雨の影響で上流にいたやつが一気に落ちてきたと思うんですよ。で今日はね多分それもう落ちて上がってこなかったんで、本当10分の1どころかもう50分の1、本当そんなレベルでいなくなっちゃってるんですよね。でもかといってね、昨日ベイトいた時も多分魚の数はそれなりにやっぱねベイトいるんで高いんですけど、ベイトがいすぎて今度ルアーが目立たなくて、ちょっとね今日は釣れなかった。特に緩慢さが激しいんで釣りできる時間がねやっぱ短いんで、ちょっと食わせられなかったんですけど、今日逆にねベイトがいないんで一見雰囲気ないんですけど、こういう時はねシーバスさえ残ってれば、ベイトの量が少ないんでルアーが目立つんで意外とね釣りやすかったりもするんですよ。なので、昨日ベイト大量にいたんで、ベイトが大量にいた次の日だったら粘ってもありですね。これがベイトがいなくなって2日後3日後ってなっていくと、どんどん多分魚も抜けていっちゃうんで可能性は低くなるんですけど、幸運にもね昨日見てベイトが大量にいたんで残ってる可能性は全然あるんで、逆にでも風は高くないんで基本やっぱ下を狙っていく釣りになるんですけど、そのちょっと残ってると信じて、そしてねちょっとね低活性なのを食わせるためにはやっぱこういうワームとか、ワームがやっぱ強くなるんでジョルティ入れてます。 30g ですね。ここから、時々かき瀬とかがあるんでね、そういうところを、昨日で若干ですけどかき瀬一番あるところは把握したので、そこだけちょっと気をつけてうわー、いったもうこれなんだでかいぞ。
ってんのかこれ。やばい。上流走ってる。おっしゃ、諦めなかったら食ったよ。割れんね。やばいやばいやばい。食ってるかこれ。頼むぞ。でかい。いいサイズ。やっぱ変なタイミング出たね。諦めなくてよかった。よっしゃ。よし。よし、でかい。いいサイズ。よっしゃ。しゃしゃやっぱ変なタイミングだよ。はっしゃ、明らかにこれはないだろうって感じなんですけど、昨日の方がね数十倍良さそうなんですけど、残ってるシーバス逆にルアーが目立つような展開で残っててくれっていう感じで、よっしゃ、もう完全ボトムドリフトでした。ジョルティ30、重っ。あ、これどのぐらいあるかな。ちょっと測ってみましょう。いや、長いよ。でもこの食い方だからね、危なかったよね。さあ、うわ90ねえかな。やりましたよ。見てよこれ、やばい対抗でしょう。いや、熊本来たって感じだわ。これは最後に測らせてもらいましょう。あるわ多分。ちょっと簡易的ですけど、ギリジャストぐらい。91。よっしゃ、ありがとうよ本当に。よし、ちょっとだいぶ老魚だから大事に扱いましょう。まあだいぶね、多分ご老体なんで点々はちょっと薄くなっちゃってきてますけど、まだボディにそれっぽいの見えるんで、まあ顔もちょっと丸となんか違いますよね。いやー、大陸っぽい。いやー、熊本に来た甲斐があるっていう魚です。さあ、実はしっかりリリース蘇生して全然元気全然元気だ。強いわ。さあリリースします。もうすぐ行きます。バイバイ。はい、ほら元気だ。本当に、いやーマジでどうなるかと思ったけど、まあやっぱり一つ再確認というか思ったことはもう単純です。諦めちゃいけないで、その時のためにもうタックルセッティング、今回ねバリバスさんの動画なのでラインもういつ来るか分かんない、その時のために万全な状態、そして自信の持てるラインを使うっていうのが、いや大事かなとまた自分の中でもね再確認しました。そしてまためちゃめちゃ雨降ってきちゃったんで、今日はとりあえず終わりかな。いや X9 この信頼できる人でやりました。とりあえずやばいんで上がりましょう。お疲れ様でした。よし、でかい、いいサイズ。よっしゃしゃしゃ重っ。あ、これどんぐらいあるかな。
お疲れ様でした。昨日雨は、続きまして、その後釣りはできなかったんですけれども、今回の熊本遠征非常に楽しみに、ずっとね、思いながら、熊本にやってきたんですけれども、まあね、一つはやっぱでも90センチオーバーの魚を取れたことは非常に嬉しく思います。まあただね、熊本らしい、大きなルアー、大きいトップだったり大きいミノをね、準備でいっぱい詰め込んできたんですけど、まあ、ちょっと現実はそう甘くなくて、まあ、連日の雨でね、まあ、初日ちょっとワンチャンスあったんですけど、初日のねもう夜で一気にベイトが落ちてしまって、一気にねシーンという感じになっちゃったんですけれども、まあ、なんとか1匹ひねり出せたのは自分の中でも結構嬉しいし、一生の思い出に残る魚だったかなと思います。まあ、そんな厳しい状況の中でもやっぱりサイズが出るっていうのはもうさすが、熊本だと思いますし、まあ、その地をね、守っている地元の方々にもね感謝の気持ちを持ちつつ、ぜひ皆さんにもこの素晴らしい熊本というフィールドで、バリガさんの X9、X8 を使ってぜひ釣りしていただけたらなと思います。またいつかもっとね本気の熊本が本気の熊本の時にね僕も釣りしてぜひ皆さんにもっと熊本ってすごいよってところを見せたいなと思っています。ということで今回はありがとうございました。